今回レビューするのはこちら美光純ボーテクッションファンデーションなんです。こちらね、よくテレビで CM をやっているのでご存知の方もいらっしゃると思うんですよね。でインターネットの方でも結構広告が出ています。で気になっちゃってね、これどうなんだろうなって思っていたんですけれども、買ってみました。こちら届いてから結構10回以上は使っているんですけれども、すごくいいおすすめのファンデーションなんです。で素肌感があって、とにかく美容液成分が多いんですよね。で素肌が綺麗な感じっていう今のね流行のファンデーションなんですけれども、で割と素肌感があるので薄付きな感じがするんですよね。で毛穴が全く目立たない、そういうタイプです。ちょっとこれをご紹介するときに、ちょっと似たようなファンデーションがあって、似ているけど違うっていうところをお見せしたいと思いますので、こちら SPF が50で PA が3プラスです。そしてこちらも同じく SPF が50で PA が3プラスとなっています。こちら2色展開なんですね。私はナチュラルオークルっていうちょっと濃い方を使っています。でこの濃い方が私ぴったりなので、私はだいたい常にファンデーションとかの色は中間くらい、ベージュ系オークル系のその中間ぐらいのお色だと思ってください。それで私がだいたいこの濃い方で合うので、こちらのお色は23番になります。ほとんどこちら色が同じなんですが、このミシャは黒を使ってる人多いですよね。やっぱカバー力がそちらの方があるんですけれども、で私はそれの黒を使うと割と毛穴落ちしてしまって、実はちょっと苦手なんですね。なのでちょっとこの白の方を買ってみました。こちらの方がみずみずしくてカバー力はないんですが、肌が綺麗に見えるっていうタイプの方のクッションファンデです。それでは半分ずつ塗ってみます。出品閲覧注意です。それではね、実際に塗っていきますね。でこちら半分にこの美光純ボーテで、こちら半分にミシャのこの白を塗っていきたいと思います。じゃあそれではまずこちらのミシャをこちら側に塗っていきます。こうついてないように見えるかもしれないんですけれども、こうしてみるとこう線になっているので、ファンデーションがついているってことがわかるんじゃないかなと思います。これもね、かなりこう薄付きというか水分が多いタイプなので、あまり塗っているっていう感じにはならないですよね。これで1回塗ったんですが、こちらとこちらの違いがあまり出ないですね。やっぱりかなり薄付きなので、あとやっぱりこうシミのところもちょっとやっぱりカバー力はないので、1回塗っただけではちょっとシミとかが隠せてませんね。次にこちら側に美光純ボーテ塗っていきたいと思います。でやはりこちらも素肌タイプというか、カバー力はないですが、とても自然な感じの仕上がりのクッションファンデなので、どちらも塗ったか塗らないか今のところわからないっていう感じがしますよね。
よく見るとトーンアップはされていると思うんですけれども、すごく塗ったっていう感じは全くしないです。どちらともですね。1回塗った感じだと美光純ボーテの方もこのミシャの白の方もほとんどあまり変わらない感じですよね。みずみずしくて、で毛穴とかそういうのも気にならない感じ。こういう美容液が多いタイプのクッションファンデっていうのはなんか塗った瞬間には本当に塗ってるのか塗ってないのかわからないくらい薄い感じがするんですよね。でも少しほんと5分10分していくとだんだんファンデーション塗ったかなっていう感じがね出てくるんですよね。今も塗った瞬間わからなかったんですけれども、だんだんファンデーション塗ってるなっていう感じが徐々に出てきているんです。ではもう一回、重ねて塗っていきたいと思います。まずこちらミシャの方をもう一回重ねて塗っていきたいと思います。1回つけただけでね、半分の顔だったら全然問題なく塗りますので。はい、2回塗りました。2回目に塗るとやっぱりこういうシミのところがある程度隠れてきますね。だいぶファンデーション塗ってる感が増してきたんじゃないかなと思います。では残り半分またこちら重ね塗りしていきたいと思います。はい、両方とも塗り終わりました。今の段階では本当にこちら両方とも似てるんですよね。色もすごく揃ってて境目があまりはっきりしない、わからないくらいな感じなんですけれども、こちらミシャのを塗った方、こちらがコージュンです。本当にあまり今のところ差は出ていないんじゃないかなと思うんですよね。もう毛穴もそんなに目立たない感じですよね。ただシミの方はそうですね、この鼻のあたり、鼻のちょうど真ん中辺にあるんですけど、あとはここの方のところですね。こういうのがまだちょっと隠れていないので、やっぱり2度塗りするとだいぶカバー力が両方とも出ていますね。でさらにお化粧が全部終わった後にもう一回気になるシミの部分だけちょっとそこだけポイント的に、で重ね塗りをしていきたいと思います。そうするとね、だいぶ隠れてくるんじゃないかと思います。はい、メイクを一通り終えると同時にちょっと先ほど塗ってから時間が経ったので、様子を見てみたいと思います。塗った時にはほとんど塗っているかどうかわからないようななんか透明な感じだったんですけれども、今はもうファンデーションしっかり塗ってあるなっていう感じぐらいにはなっていますね。両方とも同じような感じなんですが、メイクの最終段階でもう一回こちらポイント、シミのところとかですね、ちょっと塗ってカバーしていきたいと思います。この辺にね、シミがありますので、その辺にちょっとカバーしていきたいと思います。
コンシーラーとかもいいらしいんですけれども、同じこのファンデーションを使って最後に重ね塗りをすることでこの差が出ないで自然な感じで隠せるっていうんですよね。なので最近はちょっとこのやり方をやっています。こちらもミシャのファンデーションでポイントで隠していきたいと思います。こちらはこの鼻のところを隠します。目の上にシミがあるのでそちらも隠します。でも本当にね、最後これだけでかなりシミは隠れるのでいいですよね。そして同じものを使っているので全然その境目とかも気にならないですし、自然に隠せるんですよね。これは結構いい方法ですよね。こちらのミシャのクッションファンデーションモイスチャー、こちら美光純ボーテ、この2つのクッションファンデがすごく質感が似ているんですよね。どちらもみずみずしくてカバー力っていうのはそれほどないんですけれども、とにかく素肌感があるっていうタイプのファンデーションになります。でもカバー力がないといっても全然ないわけではなくて、ちょっと時間を空けて重ね塗りをしてあげる、あと最後にコンシーラーのように使うことによってもう問題なくカバー力は出ます。で本当にこの2つ今のところ差がないので、ちょっと時間が経ってからチェックしてみたいと思います。多分時間が経つとかなり違ってくると思います。では時飛ばし。はい、今メイクしてから7時間が経過しました。こちら側が美光純で、こちらがミシャのモイスチャーですね。7時間が経過したんですが、特にですね目立つ崩れとかがないですね。ちょっと光純の方がコンシーラーで隠した部分がちょっと薄れて出てきてしまっていますね。ミシャの方は、カバーしたままです。大きな違いはないんですが、若干ミシャの方がテカリが強い感じがしますね。でも本当にそこまで大きな違いはありません。今回半分ずつ塗ったんですが、普段使う時はもちろん顔全体に塗るんですよね。でその時の感想としては、光純の方がずっと長く潤っていて綺麗な感じ。でもちょっと薄くなる、時間が経つにつれてちょっと薄くなってしまうっていう部分はあるんですけれども、とても自然で綺麗な感じだったんですね。でこのミシャの方は時間が経つにつれてかなり崩れて毛穴落ちしてきたんですね。で今回はそれほどまだ差が出ていないんですけれども、前に使ってみた時にはそういう違いがありました。なぜか今回はあまり違いがなくて、ちょっと想像していたのと違って、なんとこの動画をまとめるべきかちょっとね大変なんですけれども、もうちょっとね違いが出ると思ったんですが、意外にそう違わなかったですね。いつも使っている時の感想としてはかなり違うんですけれども、実際に手にこう塗ってみるとちょっと分かりづらいと思うんですけれども、手に塗ってみるとミシャの方がちょっと白っぽく、カバー力があるというか、光純の方が透明な感じというか自然な感じというか、水分が多いっていう感じでちょっとね違いがあるんですけれども、
今回ちょっと顔に塗った感じではね、あまり違いが見られませんでした。こちらお値段はかなり違うんですが、意外にそこまで差は出ませんでしたね。普段使っている時にはやはりこちらの方が、自然な感じで綺麗な感じで使えると思うんですけれども、こちらは結構崩れやすいなと思ったんですが、意外に今回はあまり差がつきませんでしたね。どちらも美容液タイプというかモイスチャータイプ、そういうしっとり感、ツヤ感を出すクッションファンデなんですよね。なのでちょっと質感が似ているのでしょうかね。クッションファンデの中でもいろいろマットな方とモイスチャー、こういうしっとりツヤっていうタイプとやっぱりありますのでね、カバー力が欲しい人はマットな方がカバーされるのではないでしょうか。で、私の方は、やっぱり毛穴がとっても気になるタイプなので、まずは毛穴が目立たないっていうものを選びたいですよね。で、そういう人にはやっぱりこういうモイスチャータイプ、こういう美容液タイプの方がいいんじゃないかなと思います。で、特にね、時間が経っても毛穴にポツポツと落ちてこない、毛穴落ちしないタイプ、そういうのがやっぱりいいですよね。私はおすすめはやはりこちら、美香醇、こちらの方をどちらかというとおすすめしたいと思います。それはね、普段使っている時にやっぱりこちらの方が、時間が経ってもね綺麗でいられる。で、あと自然な感じがするのがやっぱこちらの方が強かったんですね。なので、今回の結果はあんまり差が出ませんでしたが、普段使っている感じですとこちらの方をおすすめしたいと思います。これからもまだたくさんいろいろなことをレビューしていきますので、ぜひチャンネル登録をして今後の動画もご覧いただければと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。